税金を使わずに民間企業が空港と都市を地下トンネルで結ぶ。しかも40年契約。これ普通に考えるとかなり異例です。おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新情報を3つお届けしていきたいと思います。まず1つ目、ボーリングカンパニーのナッシュビルミュージックシティループです。ナッシュビル国際空港とダウンタウンを結ぶ地下トンネル構想が正式に承認されました。移動時間は約8分、通常20分かかる区間です。ここで重要なのはスピードではありません。ビジネスモデルです。建設費と運営費、合計で2億から3億ドルと見込まれていますが、空港側の初期投資はゼロです。すべてボーリングカンパニーが負担します。通常、空港と都市を結ぶインフラは行政主導です。税金が投入され、予算調整が行われ、政治判断が入ります。遅延だったり、コストの超過、これも珍しくはありません。しかし、今回は違います。民間資金で建設し、運営し、40年間のライセンス契約で回収していくモデルです。これは単なるトンネルの話ではありません。政府がやるはずだった仕事をイーロン・マスクさんの会社が民間として引き受けているという構図です。そしてその中で使われるのはテスラ車両です。テスラ周辺企業は車を売るのではなく移動する場所そのものを作り始めています。もしこのモデルが成功すれば他の都市への横展開も十分に考えられます。自治体にとっては初期投資ゼロでインフラが整備されるリスクが小さくなってきます。これっていうのはインフラの作り方そのものを変える可能性があります。では次に FSD の話です。テスラは FSD スーパーバイズドの累計走行距離が80億マイルを突破したと発表しました。数字だけ見ると大きすぎて実感が湧きませんが、重要なのは量です。自動運転は派手なデモ映像よりも実走行データの蓄積が価値を持ちます。80億マイルっていうのは膨大な学習データです。さらにテスラが公表した統計では FSD 使用時の事故発生率は人間の平均より低い水準だと示されています。もちろんこれには議論もあります。完全無人ではありません。監視付きです。しかし重要なのは改善ループが回っているという点になります。つまりテスラが走る、そしてそのデータが溜まっていく、そのデータを使って学習し改善をしていく。このサイクルっていうのが80億マイルもあるとかなり加速されてくるということになります。そしてここで先ほどの地下ループともつながっていきます。ボーリングカンパニーが作っているのは移動の場所です。そして FSD が提供しているのは移動の知能なんです。場所と知能、この2つっていうのが同時に進んでいるということになります。では3つ目に行きます。3つ目は JD パワーの EV 満足度調査です。2026年のランキングでモデル3が1位、モデル Y が2位を獲得しました。ここは意外と軽視されがちですが非常に重要です。満足度が高いっていうことは乗り換えにくくなってくるということになります。EV っていうのはまだ発展途上の市場です。だからこそ体験の質っていうのがブランドを固定します。価格だけで選ばれる商品ではなくって生活の中に組み込まれる存在になっているかどうか。テスラは体験っていう面でも優位性を保っていると思います。つまり場所を作り知能を進化させ体験を強化している3方向から同時に進んでいるのが今のテスラということになります。ではちょっとここでこれを聞いているテスラオーナーの方に聞いてみたいと思います。皆さんの体験、これはどうでしょうか？今まで所有した車と比較してどうだったでしょうか？僕は全然次元が違うレベルになってきていると思います。そもそもガソリンスタンドに行かなくていい。これが僕にとっては非常にいいです。家に帰ってプラグを挿して充電できる。特に僕の場合は太陽光もつけていますので、太陽光から充電できているっていうのが
がめちゃめちゃいいなって思います。そうすることによって燃料費っていうのがほぼゼロでいけている。これはね、ほんと買い難いものになってきていると思います。そして当然車というもの自体においても乗り心地だったり、中のシステム、そういったこともかなり僕は満足度が高いんですけれども、テスラオーナーの方、ぜひね、皆さんの体験、これをコメントで教えていただければと思います。では、ここでね、改めて考えてみましょう。テスラは EV メーカーなのでしょうか？確かに、売上の大半っていうのは車になってきます。しかし、やっていることっていうのは少し違ってきていますよね。都市の中でどう移動するのか、その仕組みっていうのを今は設計し始めているように見えます。テスラではないですけれども、イーロン・マスクさんの会社であるボーリングカンパニーは地下トンネルという物理的インフラを今作っています。そしてテスラは FSD という知能インフラを作っています。さらにそこに高い満足度っていう生活インフラ。これが組み合わさると単なる自動車メーカーという枠では説明が難しくなりますよね。何度も言いますけれども、テスラの価値、これを見るときには販売台数だけで見るのは十分ではもうありません。どれだけ都市の中に組み込まれていくのか、どれだけ移動の基盤に近づいていくのか、そこが中長期での評価軸になっていく可能性っていうのがあると思います。今回のナッシュビル案件はその一歩に見えます。税金に依存せず民間としてインフラを作っていくボーリングカンパニー、そしてそれを支える車両と自動運転技術を持つテスラ、この構造っていうのはかなり強いんじゃないかなと思います。そしてテスラの未来っていうのは EV の販売競争、さらに自動車全体の販売競争の中で決まるんではないんです。もう正直ハイブリッドがいいとかプラグインハイブリッドがいいとかそういった話っていうのはどうでもよくなってきています。むしろそれよりも都市の設計にどこまで入り込めるのか、これが重要になってきている。そう僕は感じますけれども、皆さんはどう思いますか？テスラはこの先どこまで都市の中に組み込まれていくと思いますか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は少し下げておりまして、現在409ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。皆さん、車での移動中、充電ステーションでの待ち時間、ネット環境ってどうされていますか？スマホのテザリングだとバッテリーも減るし、ギガも気になります。そして時々通信が切れたりもしませんか？なので僕がここ最近使っているのがモビリティ Wi-Fi っていうサービスです。これ何がすごいのかっていうと、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天、この4つの回線を自動で切り替えてくれるんです。つまり走っている場所に合わせてその時一番強い電波を勝手に掴んでくれるんですね。先日僕がドライブをしたんですけれども、高速での移動で約2時間ですね。その間僕はズーム会議を行っていました。当然高速なので山の中を走りますし、トンネルがあったりしますけれども、今回の2時間の間で一度だけ本当に山の中に入ったんですね。その山の中に入った時はさすがに難しかったですけれども、その他高速で移動中には全く通信が切れることもなく、そのズームの中でも今日僕はこのモビリティ Wi-Fi 使って接続しているので、この接続で僕の通信が切れるかどうかっていうのを皆さんも見ておいてくださいという風な感じで話しながらズームをしました。結果的に先ほども言った山の中でちょっと通信が切れたっていうぐらいで、他は何も問題なくつながることができました。なのでこういったことを踏まえても移動中にも Wi-Fi が使われる未来っていうのが当然来ると思いますけれども、その中でもこのモビリティ Wi-Fi っていうのはやはりドコモ、au、ソフトバンク、楽天、この4つの回線を自動で切り替えてくれるっていうのがめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。そして1日に 33GB 使えます。こうなってくると一応縛りはあるんですけれども、使い放題と言ってもいいと思います。そしてこれで月額で4180円税込みです。端末費用も初期費用も0円です。なのでこれっていうのはね、ほんとおすすめじゃないかなと思います。興味がある方は概要欄にリンクそちら置いていますので、そちらよりご覧になられてみてください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。